第4戦のようなレースをして、なんとかポイントを縮めたいところではあるんですけど、前回は4番スタートということを考えると、ちょっと後ろからのスタートになるので、もちろん優勝を目指してますけど、トムスと、しっかり協力し合って、自分らしいレースをしてミスなく地に足つけたようなレースを、できればいいかなと思います。To the next 50スタート、まずは太田がいいか、太田が今年のスタートがいいか、そして野尻もいい。さあ坂口瀬名が下がっている。1コーナーは岩佐が一番前だ。岩佐が前に出た。そして野尻無限ワンツー、太田はそのまま抜かれて、レンに抜かれたから、佐藤レンに抜かれて4番手。さあ小林カムイが来ている。野尻をオーバーテイク、小林カムイ10番手。坪井はどうでしょう、このラップ入ってきそうですね。入るのはなんでなんだろう、もう使い切ったってことか。一旦後ろに入っても抜くペースの違いはありますからね。これは早いんじゃないですか、6秒1。さあ横に並んでサイドバイサイド、インサイドが小林カムイ、アウトサイド野尻智樹。1コーナーは小林カムイが取ったか。小林カムイ、さあ坪井がアウトサイドに振る。インサイドは岩佐、アウトサイド坪井、前に出るか坪井。さあそして1コーナー勝負、ブレーキはどっちが前か。岩佐がちょっと膨らんだように見えましたが守った。すごいレベルの高いブレーキング競争でしたね。そのままコカ・コーラも岩佐前か。いやでもここで大きく上前に出た。なんと坪井 100R でオーバーテイクトップ。そしてカムイが小林カムイが太田角信を抜いて3番手に上がっている。あら、さあこれが太田角信のモードなんで、これが右側から小林カムイがオーバーテイクしてくる瞬間です。そしてデフリースが映ってきました。デフリースのオーバーテイクのシーンですね。ここは笹原右京を抜きまして、ニック・デフリース11番手に上がったシーン。笹原のフォードです。前に出たニック・デフリース。さあ野尻の後ろから福住2レ1コーナーファイナルラップ、サイドバイサイドで回っていく。押し出されない、まだサイドバイサイド。コカ・コーラコーナーは左コーナーだ。福住2レ前だ。福住2レ5番手見せましたね。ホールド維持来ました。坪井翔、富士2連勝ということになります。今シーズン2勝目。そして2位は岩佐がチェッカー、3位小林カムイ表彰台。久しぶりの表彰台、今の率直なお気持ちをお聞かせいただけますか。そうですね、満足いくレースをできてないんですけども、でもその中でも、久々に表彰台に上がれて、2レーンもポールでスタートできてっていう風になって、チームとして本当に調子は上がってきてるんじゃないかなと思うので、明日もう1回この富士でチャンスがあるので、明日こそは、優勝できるように、2レーとともに頑張りたいなと思います。ありがとうございました。ついこの間富士でこの景色を見たばかりです。そうですね、今日は予選グリッドが結構下の方からだったので、こんなにうまくいくとは思わなかったですけど、もうスタートから本当にうまくいって、レース展開もすべて、味方にすることができて、もうチームも本当ピットのタイミングだったりとか、作戦含めて全部完璧にこなしてくれたので、もうこれ以上言うことないですし、第4戦の再来というか、後方からしっかり追い上げできたので、ここを勝たないと、チャンピオンシップ考えてもかなり苦しいと思ってたので、最初野尻選手のバトルがあって、これ抜かないとやばいなってずっと思ってたんですけど、最終的には本当優勝することができたので、明日につながるいいレースだったと思います。坪井翔が今シーズン2勝目、富士での2連勝ということになりました。岩佐が2位、そして小林カムイが5年ぶりの表彰台の3位。まずはポールポジションスタートの坪井翔選手、得意とする富士決勝準備万端ですか。
しっかり準備はしてきてますし、昨日もしっかりいいレースできているので、ただ昨日は昨日、今日は今日で、しっかり切り替えているつもりですし、今日は今日でいいレースができるように、チームとしっかり準備はしてきているつもりなので、ライバル勢手強いですけど、僕たちらしいレースができれば、結果はついてくるんじゃないかなと自信を持っているので、しっかり走り切りたいなと思います。ランキング上位勢がやっぱり上の方にいるので、やっぱ勝たないと必然的に後ろに下がっちゃうのかなというふうに感じてますし、こんだけ今、富士好調できているので、取れるときに取るっていうのは、チャンピオンシップ考えてすごく大事なので取りに行きたいですね。はい、昨日は自分のミスでもったいないレースになった部分もあったと思うんですけど、今回幸いにも2連戦ということで、昨日も調子良かったし今日も予選、まずまずのポジションということなので、昨日は昨日で今日は今日だと思って、隣に西山社長もいるんですけどプレッシャーを感じながらでも頑張りたいと思います。2024全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦富士スピードウェイ決勝 To the next 50、 まずは野尻がいいか、いや坪井か野尻か、坪井が前だ。そして後ろからは牧野がもう来ているか、牧野がアウトサイドから来ている。牧野がすでに3番手から2番手に上がるか、野尻も抜いてくる。牧野が2番手、坪井、牧野、野尻、ランキング3台が一番前の3台になっている。3番手争い、福住がインサイドに入っている。アウトサイドに振ってきた。さあ回るのはどちらが前か、福住が前か、野尻対福住前だ、3番手。さあここはチャンスか、福住2レインサイドに入ってくる。さあ伸びるか福住2レ守るか牧野、2番手争い、ブレーキング勝負の1コーナーは福住2レだ。セーフティーカーだ。さあここでセーフティーカー。さあ坪井は当然入ります。あとはピットストップ早く終わらせたい。坪井早い、これ5秒差。17周目からレース再開。迫ってくる OTS を使った小林カムイ、アウトサイドから、そしてさあデフリース野尻は、なんとデフリースがオーバーテイク、野尻がこれで9番手までダウン。来ました坪井、ランキングトップで迎えた第7戦、昨日に続いてのなんと2連勝、そして富士スピードウェイ3連勝を記録する勝利、坪井翔、今シーズン3勝目、唯一の3勝到達、2位福住。よし、いやちょっと前回にも助けられたかな。よし、完璧。そうですね、悔しいですね。本当にチームみんなでこういう風にいい車に仕上げてくれて、スタートをちょっと牧野選手に行かれちゃったことももったいなかったかなと思うんですけど、セーフティーカーのタイミングも最後良くなかったと思うし、もっとレースしたかったなっていう思いはあるんですけど、まずは何事もなくちゃんとレースができて表彰台に終われたっていうのは一つチームにとって前進したことだと思うし、昨日もカムイさんがサインで、2戦連続チームとしては表彰台なんで、どんどん強いチームになっていってると思うので、最終戦もこの勢いで頑張りたいと思います。今日は追われる立場だったので、ちょっとやっぱいつもと違った緊張感はありつつ、結構序盤から、プッシュされるシーンが何度もあって、あれやっぱ昨日みたいにはうまくいかないなっていうのは感じてたんですけど、最後もセーフティーカーいろいろ入ったりとかして、OTS もしっかり残しつつマネジメントできたので、レースをコントロール支配できたかなと思いますけど、やっぱ福住選手のかなりペースが速かったので、セーフティーカー出なかったら、結構なかなかタフな戦いになるなっていうのは、感じてたんですけど、いや本当に昨日と今日と、富士完全制覇できて、これでポイントリーダーも、少しポイントを広げて、最終戦挑めるというところで、僕の今回目標としていた、ことは達成できたので、ただ富士だけで終わっちゃいけないので、鈴鹿も早く走れるようにならなきゃいけないと思うし、でもひとまず今週末は本当に完璧だったと思うんで、チームのみんなも2レース制でタフだったと思うんですけど、本当に感謝したいです。